このチャンネルではイヤホンのレビューを音と波形と言葉でお伝えしています。こんにちは、MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。このところ KZ がニューモデルを複数投入してきたので散財モードに突入しています。そんな状況から遡ること1ヶ月、CCA C10 のレビュー動画を見て気になったので、ニューモデルの C10 Pro と合わせて入手しました。今回は上記3機種の音収録、比較、レビューで C10 Pro が軸になります。外観など C10 Pro と C12 のハウジングはプレート以外は同じに見えます。フィット感の調整時に触ると尖った部分が少し気になります。ボディは大きくもなく厚みもタキシと同程度なので装着感で気になるところもありませんし、重さも感じません。ステム部の傾斜の大きい C10 が耳奥へ入りやすいです。私は小さいイヤーピースで耳奥へ入れるタイプなのでこれ結構大事です。ドライバー、普段はドライバーの数と種類を確認することはあってもドライバーの配置を確認することはあまりなく、しかし今回の比較ではドライバーの配置とレオとの関わりが深そうです。 C10 Pro は他2モデルとはドライバー配置が違います。 CG の5機については実際に CG 通りの配置のモデルがあったとの情報もありました。ですが今手元にあるのはステム部に BA のないモデルです。 C10 Pro は KZ のようにプロの文字が追加されたモデルは低域強化版なのかなと思っていたのですが、 C10 を軸に考えるとなぜ今 C10 Pro を投入してきたのか分かったような気がします。では音質比較動画です。いかがでしたでしょうか。ざっくり言うと広域の違いがモデルの個性になっていそうです。 C10 Pro と C12 は比較動画では違いが分かりづらかったと思いますが、細かく聞いていくと違いが明確になり、比較動画で表現しきれない部分は言葉でお伝えさせていただきます。個別の分析、印象です。事前にいろいろなジャンルで聞き比べた上、今回はボーカルものを重点的に聞き比べました。 C10 やや広域寄りのバランス、 8kHz 付近中心の広域に特徴、真っ先に耳に届くライドシンバルの粒立ちが鮮明、ブラスのアタックが冴える、ボーカルは明瞭で作業の音やブレスノイズが生々しい、 2kHz から 4kHz、 波形比較では一番沈む、他モデルとの差が 3dB ぐらい、全帯域のバランスで見ると弱くはない、 2kHz 以下、波形比較では他モデルとほぼ同じ、低域 EDM で比較、 C10 のダイナミックドライバーだけ旧タイプ、若干アタック感が軽い気がする程度で新タイプのドライバーと大差を感じない、波形比較ではしっかり鳴っているが広域の特徴で明るく軽めのサウンドに感じる。気になる点、
バランスが広域寄りのため、自然とそこを聞いてしまい、他の帯域が隠れてしまう傾向。対策、EQ で 8kHz 付近を3から 6dB ほど下げる。他モデル同様の聞き味に変化した。バンド数の少ない EQ でも調整は簡単。C12、BA が1つ多い分のメリットは音数の多さか？音数を多く感じられるモデルで濃密です。分離感、立体感も感じられます。波形比較では中間に位置するように見えます。C10 Pro に似ていますが、若干濃い味付けに感じました。濃い味付けとは、750Hz から 2kHz 付近の音数が多いという意味で、歌中心で聴けますが、楽器の方も、俺もと出たがります。結果音数は多くなりますが、それなりに分離して立体的に聞こえてきましたので、集中力がある時に聞くと、とても面白く聞くことができます。ただし、疲れている時には、ちょっとしんどい鳴り方に感じます。妻にも3機種聞き比べてもらいました。長時間使用するなら C12 でバランスが一番良いと感じたそうです。憶測ですが、ステムに配置された1つ多い BA が C10 Pro にない部分だと感じ、BA5 つは伊達じゃないぞと言われてるようです。リスニングよりモニター傾向が強いかと。C10 Pro、やや落ち着いた雰囲気、広がりを感じやすい。8kHz 付近の広域が一番沈み、C10 との 6dB ほどの差はすぐにわかります。この帯域が沈んでいるのは、ステム部に BA がないためと結論付けるのは安易だとは思いますが、広域特性とドライバー配置の違いの影響からか C10 と比べ C10 Pro に広がりを感じます。妻の主張の感想は広がるねと一言。スペックについては一切伝えておりません。ですがこれは錯覚のようで、メーター比較で C10 Pro が飛び抜けて広がりがあるわけではありません。広域を抑えめにし全帯域を聞かせやすくした結果、聴覚上広がりを感じやすいのではないかと考えています。600Hz から 2kHz 付近が他2機種より沈んでいるため、若干すっきり聞こえます。8kHz 付近が控えめでも 2.5kHz 付近のピークが効いているようで、ボーカルが極端に沈むことはありません。メロディーが 600Hz から 2kHz の中にいて、バックの音数が増えてくると存在感が薄れるように感じました。普段インストしか聞かない私が C10 Pro を好印象と感じたので、インスト向きなのかもしれませんね。C10 と C10 Pro の比較なら C10 の BA 配置を変え、新しいダイナミックドライバーでリニューアルという流れですね。CCA の内部事情は存じませんが、こんな風にもチューニングできるんだよ、どう？って言われているような気がします。C12 に匹敵するかと思って比較対象を増やしましたが、インストでは遜色なく、ボーカルものは C12 は愛さんが楽器に囲まれた中で歌い、C10 Pro では愛さんが楽器の半歩前で歌っているような印象でしたが、サビでは C10 Pro だとちょっと物足りない感じもありました。これから買うなら、なるべく安くお重視なら C10、ボーカルものをあまり聞かないなら C10 Pro、濃密な音で分析しながら聞きたいなら C12、C12 を所有しているとしたら、あえて C10 Pro に行かなくてもいいかな。デザインが気に入ったから C10 Pro という選択はもちろん OK です。波形比較では基本的に同型の鳴り方だと思うので、 EQ を使わずにイヤホン交換で音質を変化させて聞くのもありだと思います。どうしても1本に絞る場合はこのレビューを参考にしていただければ幸いです。ということで CCA、C シリーズの音収録、比較、レビューでした。それでは今回はこの辺で。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。